うぽあおー。皆さんこんばんは。本日もあつ森実況やっていきますよ。それじゃあうちからは花柄ワンピースをあげる。写真はなかなかもらえないわね。でもこのワンピースは、もしかして何かいいこと思いついたの？ただ可愛いなと思っただけだぜ。なんじゃそら。というわけで万年ネタキヤマリサさんにこのコメントを見てほしいのだ。レンガなオープンカフェテラスとか街並みとかおしゃれで良さそう。なるほどこれは良さそうだな。よかったわね、島栗のネタをリクエストしていただいて。じゃあ今回はこの階段の奥の島栗やっちゃうぜ。もうちゃんと準備できてたのね。だって右に案内所があるだろ。案内所らは影に隠れちゃうからどうしても崖上に島栗しないとなんかしっくりこなくてだな。案内所なんて島の一番奥にある方がいいのにね。案内所が島の一番奥だと不便だと思うだなも。そんなことよりもマリサさん、オープンカフェテラスは金ピカに。金ピカはおしゃれとは程遠いのでダメだな。ですよねー。ではとりあえず崖工事を。ただ一直線に工事するだけなのでカットだぜ。というわけで縦は5マス横幅は結構な長さの崖を作ったぞ。結構な長さって曖昧すぎるんですが。だって数えられないくらいだったんだもん。まあ崖工事したところ全体をカフェにするつもりじゃないからな。それはそうと案内所と崖の間に少し空きスペースがあるようだけど。ベーブルさんの奥から崖を伸ばしてきたからこうなっちゃったな。でもこれは設計ミスではないからな。全部案内所が移設できないのが悪いんだ。全部タヌ吉のせいね。これも全部妖怪の仕業。そのネタ通じる人がいるのかいないのか。では妖怪ポンポコのためにだな。ポンポコじゃなくてタヌ吉だなも。妖怪は否定しないのね。あ、僕は妖怪じゃないだなも。喋るタヌキなんて妖怪みたいなもんでしょ。僕は妖怪じゃなくて心の綺麗なタヌキなんだからね。じゃあ心の綺麗なタヌ吉のために案内所裏に金のなる木と、金のバラをプレゼントだぜ。期待してたのとなんか違うだなも。こら文句言うな。それではここからが本番だぞ。タヌ吉以外は大喜びのご様子ね。さて以前見つけた可愛いレンガのマイデザインをお借りしようかな。あの赤いマイデザインよね。Brick Road。英語でレンガの道と検索だぜ。確か一番最初に出てくる。これだこれ。上下の縁付きのも使いたいから3つお借りしようかな。その縁取り大丈夫？あ、これは石じゃなくてコンクリートだからな。大丈夫に決まってるじゃんよ。ちなみにこういう明らかに石ってわかるマイデザインは使わないからな。使いたくなっても我慢しなくっちゃね。大丈夫石のマイデザインが使えなくたって問題ないぜ。というわけでマイデザインを直線の道に塗ったんだけど。若干赤色が強い気がするわね。まあ家具を並べれば赤色の強さは和らぐと思うぞ。それではとりあえず柵を作るぞ。まあ石壁とか洋風の柵とか石が材料の柵は使えないから。鉄の柵は大活躍してくれる予感だな。リメイクカラーはよりどり緑だから迷いそうなんだが、一番目立ちそうな白を選択だ。鉄の柵だけだとなんだか味気ない仕上がりになりそうね。だったらあれと組み合わせて。生垣の素材、石が含まれてるの忘れてたぜ。あ、鉄の柵だけしか使わないのね。鉄の柵なんて素晴らしいんだ。他の柵と組み合わせなくても。まあ悲しまなくていいわよ。これが縛りプレイというものなんだからね。ちなみにここの奥、下の段にカフェのテラス席を作るつもりだから、視界を遮らない鉄の柵が好都合なんだよな。という風に自分に言い聞かせたな。ほら実際に奥の様子見やすいだろ。そうかもね。奥のモモリーナハウスは今回の島栗の妨げになるから後で移設しておかないとな。そこに階段を作る、わけではなさそうね。カフェの入り口に続く道を作るために崖を伸ばしていくぜ。あ、もうモモリーナハウスにぶつかる。今日できる工事はここまでだな。では必要なものを注文しておくか。またお城の門を買うのね。レンガの家具といえばこれだからな。そして今回もお世話になります。もはや恒例行事ね。並んでる商品を買いたい衝動を抑えて必要なものだけ買って帰るぞ。並んでる商品を使う可能性は 10% 以下な気がする。まずはお城の門を。まさか柵代わりに使うだなんて。柵じゃなくて橋を作るつもりだぞ。なるほどよくあるやつね。ここ2マスだとかなり狭いよな。なので横幅は4マスに増設だ。歩きにくいのは大問題だものね。そう歩きやすい島栗を心がけないとだぜ。お次は橋に使えるマイデザインをダウンロードだ。もうどのマイデザインをお借りするのかチェックしてたんだからな。またレンガのマイデザインね。手前の道に貼ったのが鮮やかすぎたので落ち着いた色のマイデザインを選択だぜ。橋の上だけ雰囲気がガラリと変わるわね。世の中にはいろんな色のレンガがあるんだな。せっかくだからもっといっぱい別のレンガのマイデザインを。また枠の心配をしなくちゃね。そこが辛いところだぜ。それでは注文した手すりを端っこに並べてと。ここで使うの？他の場所で使うのかと思ってたわ。ここの橋は贅沢に飾ろうと思ってだな。お城の門だけでも贅沢だと思うんだけどね。それにしても手すり並べるのむずすぎだぜ。では下にお城の門を設置する前に。またマイデザインね。もちろん英語で検索。River。要するに川ね。やっぱり橋の下といえば川だからな。別に川じゃなくても問題ないんじゃないかな？はい、決めたー。それとお城の門を設置する部分に貼る道のマイデザインをお借りしておくぞ。
お城の門の足の部分を水に沈めるわけにはいかないってことね。ああそうだぜ。ちょっと見えにくいかもだけど川の前で座をこんな風に塗ってだな。この方法私も島栗の時にお世話になった記憶が。あの時は大量の後ろ家具を使ってたな。橋はこんな感じと言いたいところだが飾り柱を追加したいぜ。でも橋は大方できたから次は橋の向こう側を工事だぞ。橋の向こう側？いよいよカフェテラスを作り始めるのね。ああそうだぜ。このまま崖を広げていくわけなんだが、とある家具を3つは置きたいから徐々に広げていく感じに工事していくつもりだぞ。この画像がとある家具の答えな気がするのは私だけ？なので崖は一旦こんな感じで、続いて川の前デザインを後ろの門を置いたところと平行に塗り塗りペタペタ。ここの上には当然ヨットを。すまぬたぬきち、今回は家具をいっぱい買うからヨットを注文する余裕がないんだ。マリサさん、ヨットは余裕のある時で大丈夫だなも。でも飾るの絶対忘れないでね。絶対って言葉は重すぎるわね。おう、それだけ期待してくれるのはなんだか嬉しいぜ。その気持ち全く理解できないわ。じゃあ次は奥のテラス席にマイデザインを貼るぞ。やっぱりレンガのマイデザインよね。使い道は地面、床で何も入力せずにマイデザインを検索してみるか。この検索方法、新しいのが優先的に出てくるのかしらね。それはわからないけどめっちゃいいのが見つかったぜ。今の島にぴったりのレンガの道ね。なんだけどテラス席に使いたいのはレンガのマイデザインじゃないんだよな。なんですって？こちらの2種類のウッドデッキのマイデザインをお借りするぜ。レンガばかりだからちょっと変化をつけてみたかったってこと？ああそういうことだぜ。川の隣は階段のマイデザインでそこより上は平べったいマイデザインを塗っていくぞ。平べったい？もうちょっと気の利いた表現はできないの？語彙力がなさすぎて申し訳ないぜ。これであれが3つほど飾れたらいいんだけど。十分飾れそうに見えるけどね。あれだけじゃなくて階段も必要なんだよな。今日はどの階段をご依頼だなも。丸太も可愛いんだが、やっぱこれだよな。初めから決めてたんでしょうが。まあそうなんだけど、これカフェもパラソルテーブルを3つ注文だ。やっぱり参考画像を参考にするのね。それと飾り柱を2つと、匠ライフで西部の街並みを変えるだけ買っちゃうぜ。それでは飾り柱をリメイク。これもバリエーションが豊富よね。実はこのレンガのやつはまだカタログに載ってなかったんだよな。レンガの飾り柱は2種類あるからね。これで島栗の幅が広がるぜ。パラソル付きテーブルを置く前に西部の街並みを並べるぞ。これ中世の街並みにしなかったのはウッドデッキのマイデザインと合わせるためなのね。あ、中世の街並みでもよかったかも。まあこっちの方がしっくりきてるから問題はないと思うんだが、それではカフェのパラソルテーブルを3つ、椅子を置けるように並べていくぜ。3つ置くのにぴったりサイズだったわね。でもここにもう一つ西部の街並みを置きたいから、崖を2マス延長。1マスじゃなくて2マスなのね。右側にも橋を作りたいから2マスなんだぜ。なんですと。今回も後ろの門爆売れだなも。左側の橋と全く同じ構造なら作ってるシーンはカットでいいと思うわよ。そんなってことで西部の街並みを追加で4つ注文しておいたぜ。お買い物シーンもカットだっただなも。それで結局西部の街並みは何個使ったの？全部で8個かな。次は椅子を設置しようと思うんだけど、テーブルの奥にまだ余裕があるから少し家具を飾ってみるのもありかも。当然椅子はいっぱい注文するのが面倒だから DIY できるものから選択だぜ。木製チェアよりもカントリーな椅子の方がいいと思うけどね。まあそうなんだけどこの木製チェアも侮れない家具なんだぜ。空張りが豊富ってこと？そういうこと。で、結局ホワイトウッドにリメイクしたのね。他の色の木製のチェアを置いても目立たないからな。そして飾り付けをする家具はこちら。あつ森初期の頃にめちゃくちゃ流行ったおしゃれ家具じゃないの。樽はマイシリーズ必ずどこかで使いたくなるぜ。それとその他もろもろ木のぬくもりを感じられる家具も作ってみたぞ。素材に木材が含まれてないものもちらほら見えるのは木のせいなのかな？あ、バレちゃったぜ。まあでも石を素材に使ってる家具はないんだから問題ないだろ。じゃあなんで木のぬくもりとか言っちゃったの？ただ言いたかっただけだぞ。じゃあ木材系がちゃんと素材に含まれた家具だけ選べばよかったのに。それもそうだな。ちなみにリメイクできるものはホワイトにリメイクしたからな。理由は目立つようにってことよね。もちろんそうだぜ。いやいやそれにしても飾りに飾ったな。こんなに家具をびっしり並べたらまた島が重くなっちゃうかもね。何言ってんだレイム？まだまだこれからだぞ。ではここでさっきチェックしてた、レンガのマイデザインをお借りするぞ。ついに来たわね。レンガのカフェテラスが今回のリクエストだっただろ。あ、ここからが本番なのね。しまった、奥は全然崖工事してなかったぜ。もう見下ろし型ではないってことなのね。当たり前じゃないか。ちなみにカフェにはちょっとした建物を作るつもりだからな。住民さんのお家を飾るんじゃなくて建物を作るのね。ってことでレンガのマイデザインは縦4マス横は端っこまで塗ったぞ。またお買い物コーナーね。ダストコーナー1つと、クロス付きラウンドテーブル L を2つに、ディスプレイボトルも買っておくぜ。下の段で使った家具と雰囲気がガラリと変わるわね。そして今日も匠さんのお店でもお買い物。仕事をして欲しそうにこっちを見てるわけない。おっとここにもクロス付きラウンドテーブル L が。今2つ注文したところでしょうが。これは3つ使いなさいと神様が言ってるに違いないぜ。意味不明な神様ね。あとは柵代わりのパーテーションポールを変えるだけ買っておくぞ。
まずはカフェの敷地内にマイデザインを貼っていくぜ。このマイデザインは下の段にも使ったウッドデッキのやつね。マイデザイン枠を節約とかじゃなくて下の段もお店のテラス席だから、統一感を持たせるためにだな。要するに枠を節約するためよね。はい、その通りです。端っこにはリンゴの木を植えてと。マリサの中でリンゴの木がブームなの？リンゴが美味しいシーズンがそろそろ終わりなのが寂しいぜ。もしかしてウェディングなアーチを入り口に？ウェディングなアーチはどんな場所の入り口にでも使える神アイテムだぜ。では柵代わりのポールパーテーションを並べてと。そこ一マス空いてるけどどうするのよ。何を言ってるんだレイム？隙間なんてどこにもないじゃないか。証拠は残ってるんだからね。おっともう少しマイデザインを貼っておかないとな。3つのラウンドテーブルはここと。なんかその色ここの雰囲気に合わないわね。容姿改造の兄貴にリメイクを依頼だ。めちゃくちゃ迷いそうね。組み合わせは無限大だからな。このホワイトとワインレッドの組み合わせ良くないか？なんだか無難な選択に見えたけど置いてみるとなかなか良きね。ラストコーナーはこの辺りに設置かな？そして左奥にはいろんなフルーツの木を植えておくか。左からオレンジ、梨、さくらんぼかな？レイム解説ありがとう。この何も塗ってない奥に建物を作っていくんだが、まずは屋台を準備するぞ。随分わかりやすい家具を使うのね。屋台以外もわかりやすい家具を使っちゃうぜ。リメイクはフレームがホワイトでのれんはレッドストライプを選択かな？マイデザインをダウンロードしないの？枠がもったいないからな。でもなんかこれじゃあお祭りみたいな感じになっちゃうな。やっぱりマイデザインをお借りするしか。一度決めたことだから屋台に使うマイデザインは借りないぞ。大あさみさんからもらったパターンにいいのがあったぜ。ストライプの幅が変わっただけだと思うんだけど。ほらさっきとかなり雰囲気が変わったと思わないか？そう言われてみればそうかもね。屋台はこれで OK。屋台以外の家具は注文しないといけないぜ。シンプルなパネルが4枚と、これにマイデザインを貼るつもりね。そうだぜ。そして建物といえばいつもお世話になってる。これがさっき言ってたわかりやすい家具の横長の展示台ね。もちろん1個じゃ足りないからたくみちゃんのところでも注文。たくみちゃん？そんな親しい間柄だったっけ？それではシンプルなパネルに貼るマイデザインを。英語でドアと検索するのね。シンプルなパネルにウッドデッキのマイデザインを貼ったらいいよと提案してもらったんだけど、ドアにはドアのマイデザインをお借りするぞ。2つもお借りしたのね。さっき1枚節約したからな。これは2つお借りして正解ね。立派な入り口が完成したぞ。それでは次、奥に横長の展示台だ。そういえばホワイトだけじゃなくてブラウンのも注文してたような。ブラウンの方はシンプルなパネルの裏側に設置するために買ったんだぜ。一色だけだとつまらないからとかそういう理由なの？正解です。よしこれで1階部分は OK。さらに建物の2階部分を作りたいから崖工事をしての。ウッドデッキのマイデザインを貼っての。ホワイトの横長の展示台をここに設置だ。もっといっぱい家具を置いて装飾したいところね。建物を可愛く飾るのならこれかな？出た園芸ワゴン。レイムもこの家具大好きだよな。ここに3つ並べたら超可愛くなる、と思ったけどほとんど見えないな。という悪い例だったのでみんなは気をつけるように。こら失敗を認めなさいよね。園芸ワゴンを飾るなら目立つところが一番だぜ。というわけで建物の2階部分にはレッドウッドの素朴なパーティライトと丸いトピアリー？またしてもマイル家具頼みのようね。ほら明るいカフェの完成が近づいてきたぜ。あとは小物と椅子が必要ね。小物は収納にある余り物でいいけど椅子は注文しちゃおうかな。余り物にしてはなかなかいいじゃないの。そういえばまだ注文して取り寄せたディスプレイボトルを飾ってなかったぜ。多分みんな忘れてたと思うから大した問題じゃないわよ。ディスプレイボトルいつ出てくるんだと思ってた人は、グッドボタンを押してくれよな。そんなグッドボタンへの誘導の仕方ありなのかな？ディスプレイボトルに僕の顔だ。あとはカントリーナイスを6脚注文だな。ここに使うのなら下の段のも買えばいいのに。どうしても置き換えたいと思ったら買う時が来るかもしれんな。その時は永遠に来ない気がするのは私だけ？さあレイムいよいよ感動の瞬間だぞ。まだこのシリーズのしまくり3回目よね。感動の瞬間はちょっとばかり大げさだったかな。ちょっとばかりじゃなくてかなり大げさよ。それもそうだな。まあこの後は大したことは起こらないんだけどな。なんじゃそら。というわけで建物はこんな感じの仕上がりだぜ。それはそうとマリサ何か忘れてない？そうかこの手前の道、何も飾ってなかったぜ。もう何も思いつかないからいつものメンバーを並べていくことにしよう。建物作りでマリサの脳が完全に思考停止してしまったみたいね。なのでしばらくしまくりをお休みするのでレイム頼んだぞ。こら。ではお披露目タイムだぜ。ここの水辺にヨットがあれば完璧だなも。まあそのうち気が向いたらヨットを置くからそれまで待っててくれよな。多分気が向くことはないんでしょうけどね。はい、というわけでございましてですね。こちらのカフェしまくりの参考にしてもらえると幸いだぜ。最近写真集めが進んでないからレイム次回は。マジで？とか言ってるけど予定は未定なのだ。も